1、手紙。陽子は朝、夫が仕事に出かけた後、やっと自分の時間ができた。いつものように、彼女はずっと書斎にいた。その書斎で、彼女は今、小説を書いているのだった。陽子はとても美しい人だった。そして、有名な作家であり、陽子の小説は、たくさんの人から気に入られていた。この頃は、彼女は、市長である夫よりも、有名だった。彼女の小説が好きなたくさんの人から、毎日のように、何通もの手紙が届いた。今日もメイドが3通の手紙を持ってきた。陽子は、机の前に座ると、仕事をする前に、今日、届いた手紙を読まなければならなかった。あなたの小説がとても好きです。あなたの小説は本当に面白いです。など、どれも同じような内容ばかりだったが、彼女は自分に送られた手紙は全部読むことにしていた。陽子は短いものから読み始め、2通が読み終わると、3通目の手紙を見た。原稿のようなものが入った、とても厚い封筒だった。今までも、このように原稿を送ってくる人がよくいたが、ほとんどの原稿はつまらないものだった。陽子は、原稿のタイトルだけでも見てみようと思い、封筒を開けてみた。開けてみると、それはとても厚い原稿だった。しかし、タイトルも、作家の名前もなく、奥様、という文字が書かれていた。彼女は、タイトルも、作家の名前もないわ。これは変ね。これは原稿じゃないのかしらと考えながら、ゆっくり読み始めた。読んでいる間に、だんだん嫌な気持ちになってきた。とても迷ったが、手紙の内容が気になるので、彼女は先を読むことにした。奥様。私のような知らない男から手紙が届き、奥様と呼ばれて驚かれたでしょう。とても失礼だと思いましたが、手紙を書きました。これまで私のしてきた悪いことを奥様に伝えて謝らなければなりません。ここ数ヶ月、私は誰にも会わない生活をしてきました。この世界には誰も私のしたことを知っている人はいません。もし何もなければ、私はこの世界に戻ることがなかったかもしれません。しかし、この頃、私の考えが少し変わりました。奥様に謝りたいと、とても思うようになりました。このように言っただけでは、奥様はわからないと思いますから、どうかこの手紙を最後まで読んでください。そうすれば、どうして私が謝りたいと思ったか、どうして奥様に私のしてきた悪いことを伝えなければならないのか、わかっていただけるでしょう。